はーい、どうも、松村かみくです。ついに来ましたね、この日が。例によって4段階くらいに分けて、前乳、横乳、ちょっと垂れちゃったけど、後ろ乳、上から見た乳、下から見た乳の順番でいこうと思います。もう楽しい。最初、前から見たおっぱいなんだけど、書き順的にはまあ先に首とこの辺肩までをちょっと書いちゃっておいて、いきなりおっぱいドーンってやるんじゃなくって、ここの脇の線を一回スッて一回入れちゃっておいて、ドーンドーンという感じですね。でこの後この線のこの線をこうグーって見ながらスッて一回入れた後に腰のくびれドーンってこう腰の膨らみを書いてあげます。こっちも同じ感じで一回ここまでやっといてから腰のくびれドーンっていう感じでやってあげて、あとは肩のところから下に下ろしてあげれば無事にフロントの完成ですね。あとはここにふんわりと鎖骨を描いてみたり、後から線を入れて服を着せてあげることもできますと。便利でしょ。なんかおっぱいっていうとなんかこう自然とこう谷間ができたりしてこういうイメージが結構あるんだけど、どっちかっていうと本当のおっぱいってこういう方向性なんですよね。わかりますかね。当然おっぱいにも重力が働くんで、どっちかっていうとこうハの字的な感じになったりはするんです。あんまりこうハの字にしちゃうと垂れ乳になっちゃってちょっと見栄えが変わってきちゃうので、張りのいいおっぱいにしたいときはこう割と真横に貼ってあげるとか、そういう技はあると思います。なのでこういう谷間っていうのは実は人工的なものなんですよね。ブラジャーがあったりとか、あるいは水着とか、あるいは服を上から着てておっぱいをこう真ん中に寄せる効果ができて初めて谷間っていうのができたりはするわけですね。ほっといたら普通にこうやっぱり開く、ここは開いて谷間はできないはずなんですよね。わかんないけどね。ちなみに谷間のあるふっくらした感じのおっぱいを描きたいときはこうやって素直にこうわーって描いてあげた後に、ちょっとここのところでデリケートに出会ってあげて、ここに縦の線をスッと入れるわけですね。その後にこの谷間のところに2本、あるいは多くても3本くらいこういうちょっと少しデリケートなこういう線を入れてあげるわけです。もちろん角度によってはこういうはっきりした線がね見えるんだけども、あんまり全部顔をはっきりさせるとなんかこうごちゃごちゃっとしたちょっと強すぎるおっぱいになっちゃう可能性もある。その辺は好みだと思うので、優しいふっくらした感じを出したい場合はこういう縦の線はある程度のとこで止めておいて、途中からスッスッスッと撫でるようにね、優しくね撫でるようにしてあげてください。おっぱいの向きを変えるときは簡単で、こっち書いてこうとか、あるいはこっち書いてこうと、こんな感じでこう U の字ですよね。やっぱり簡単なのはね、こう一番シンプルな理解はこういう U の字だと思います。 U っていうかこういうことだよね。次横から見たおっぱいいきましょう。同じように首からスッて一回変えてあげて、多分こっから素直に降りてってあげてこうですね。で今あえて腕は省略しまして、背骨のこういうカーブがありますね。当然このカーブを受けてお腹の方もちょっとこんな感じに出るわけですよね。でこの後は後ろの方にお尻があるので、そっちの方に出てあげるというわけでございます。大きいおっぱいになるほどおっぱいとこの胸のこの下のここで接するこの線ですね、ここが出てくると思うので、丁寧な人はそこも書いてあげるとよりこう豊かですね、いいですね、エッチですねみたいな感じになると思います。コンロ展開。もしこの横から見てるおっぱいの角度をちょっとだけ変えたいときは、一回途中までこうやって変えちゃっておいて、こんな風に書いてあげて、あとは落ち着いてこんな感じじゃないかなって感じで書いてあげるっていう技があります。こう書いてこう書いてこれで伝わってほしいんだけどいいかな。ちなみにおっぱいの膨らむ方向をこう下じゃなくってこう上の方にこんな風にしてあげると、立ちどころにこう見上げたおっぱいになるわけですね。これはすごい雑な議論なんだけども、一応こういうやり方ができますね。便利なんで覚えて帰ってください。基本的にはおっぱいは素直なので、向いてほしい方向にドンドンって書いてあげたら、その通りにやっぱり向いてくれるかなってやっぱりおじさんは思いますね。素直でいいおっぱいです。さあ盛り上がってきたよ。例によってちょっと腕を省略して、例えばこういう感じの腰のくびれがあって、こういう背中があるわけなんですけど、さっき説明したようにおっぱいっていうのはこうハの字にこういう風に重力に負けてこういう風に広がっていくような方向性が微妙にあったりするので、後ろから見た時も極端な場合、例えばこんな感じで見えたりするわけだと思います。すごい極端な話ですけどね。もう少し斜め後ろから見た場合は、例えばこういうカーブに沿っ
で、いきなりこうドーンってくるっていうよりもうちょっとこう下の方にこうですかね。こういう感じになるかなと思います。あとはこうやって後から線を入れればね、一応服を着せたことにはなるんじゃないかなと一応思うんですけれども、そんな感じですね。あとちょっと難しいんだけど、例えばこうやってちょっと下を向いてる時なんだけど、体をこうやって前にかがめた時もやっぱりおっぱいは重力に逆らわないので、やっぱり下をこうやってドーンって向くわけですね。要するにこういう素直な U の字の形になるかなって思います。もちろんブラジャーとかなんかそういうことをしてない場合の話なんですけどね。中学生の時になぜかこうクラスの女子でなぜかノーブラで着てた女の子がいて、その子の T シャツの隙間からなんかこういう感じの方向性のおっぱいが見えたんですよ。すげえなんかってすごいびっくりしましたっていうやつ。それはどうでもいいんですけど、この流れで上から見たおっぱいに行きましょうね。首は省略して背骨の膨らみがあってこんな感じで、腕も省略して、やっぱりどっちかっていうとこういう方向なんですよね。でやった後にやっぱりこう真ん中でこうやって出会って谷間を作るっていうやり方もあるし、それでいいのかなってやっぱりそれも思います。例えばさっき説明したみたいにこう前かがみとかになった時にこう下にこうドーンって垂れてるようなおっぱいをこう例えばこういう真正面からこういう風に見た時は、途中までは同じとしてもここからやっぱりこうなるよね。こうです。こうだよね。やっぱり重力に負けるっていうか、負けるっていうよりやっぱ逆らう要因がないよね。だから素直にこうやって本当に U の字があんまりねこう細く伸ばしちゃうとなんかおばあちゃんのおっぱいみたいな感じになっちゃって、いよいよあれな感じになるね。あれっていうか別にいいんですけど、気をつけてください。ほんと気をつけてください。ほんとめっちゃ気をつけて。俺たちやっぱり丁寧におっぱいを描こうと思うとこうちゃんとしたマジな U の字じゃなくてこう微妙なカーブとかこういう計算がどうしても入っちゃうんだけど、あんまりそれをやりすぎないで気にしないで、やっぱ素直に U の字とかでこうドーンってやっぱ書いてあげちゃった方が実はおっぱいのこう書いてて楽しい感じっていうのは出るんじゃないかなっていうのは松村の勝手に考えていることです。ちょっとね参考にしてみてほしいんですよ。谷間を強調しない普通の T シャツを着てる時とかでもやっぱこういう膨らみが入るじゃないですか。こういうわーっていうたわわな感じはこうおっぱいのこうリアルなこういうわーっていうそういう曲線じゃなくて、やっぱり素直に U の字をドーンってこう U の字をドーンってやっぱり貼ってあげて、後で服のシワをこうやって描いてあげてっていう、本当にそういう素直なやり方をした方がおっぱいは答えてくれるとやっぱり思うんですよね。だからこういう素直な本当にこういう素直な気持ちでこう描いてほしいと、もうミサイルみたいな感じになっちゃってちょっと申し訳ないんだけど、方向性だけ本当マジこれは本当にこれは分かってほしいんで、分かるってこの結論導くために本当何週間も練習したんだって本当に覚えて帰って本当聞いてこれをね、おっぱいも見たいなということで5番目です。下から見たおっぱい、丁寧に描くにしても、多分アングル的にはやっぱこんな感じになっちゃって終わりだと思う。やったとしてもこの接地面胴体とおっぱいのこの接地面のところを微妙に描いてあげるくらいが関の山じゃないかなって思います。あとはアングルに合わせておへそを描いたり、この後こんな風にパンツが見えるとかそういう感じになるとは思うんですけどもね、前こんな感じでねこうお尻が見えたりとかそういうことだと思うんですよね。あんまり深く考えないでやっぱりこうおっぱいを上にドーンってこう並べてあげる感じで、あとはこう見えてきた線をこう描いてあげるっていう、こういうやり方がやっぱり一番素直でややこしくないんじゃないかなとは一応思うんですよね。だいぶ乱暴かもしれないけどおっぱいのこの弾む感じボーンってやっぱりそこがやっぱり一番楽しいと思うんだよね、おっぱいのね。だからそれを素直にやってあげるのが第一かなって本当思うんですよ。でおっぱいを2つドンドンって書くのがやっぱわざとらしいやって思うんであれば、こう1個1つにまとめてこんな感じでドンってやってあげて、あとは服のシワを変えてあげて、あとは残りの腕とかこう描いてあげて、顔がこんな風に見えるでしょうとか、後でこうやってやってあげたらいいんじゃないかなと思います。だいぶこれだいぶ乱暴なんだけど
とにかく俺たちが実現しないといけないのはこういう張りなんだよね。だから服を着せてる時でもこうかな、こういう感じでひとまとめにしてあげるっていうのもありです。この方がもしかしたらやりやすいかもしれないよね。おっぱいは確かに2袋あるんだけど、これを1袋にまとめてパッケージングしちゃって、服のシワを入れてあげながら、あとカッターのキャミソールの紐とかこういうのを入れてあげて、顔がこの辺だねとかやってあげてっていう風にやってあげた方がいいのかななんて思ったりもします。服装と兼ね合いがあって、多分やり方は微妙に服装によってねアプローチは変わってくると思うんだけど、なるべくとにかくこういうドンっていう喜び、膨らみの喜びを失わないのがやっぱり一番大事だと思うし、それをやんないとやっぱりねダメだと思います。気をつけて、本当は。最後に余計なことを言うんだけど、例えばこんな風にドーンドーンっていう風にあっちこっち向かした場合でも、例えば服のシワこんな風にわわわって書いてあげて、襟のとこ閉じてあげてとか、こんな風にやってあげるとすごいチアガールが飛び跳ねて応援してくれてる巨乳の子みたいな、そんな感じになると思いますんで、そういう本当にねややこしくない、おっぱい自体はややこしくないし、やっぱりその時の動いてる感じ、運動のこのポテンシャルがどうとかそういうのを素直にやっぱり反映してくれるから、むしろやっぱ味方につければ絵の躍動感とかそういうのもどんどん表現できるし、本当おっぱいは味方にするべき、これは本当力説、本当にね楽しいんですよ草だね。いかがだったでしょうか。とりあえずおっぱい描くの楽しいっていうことだけ全力で伝わったら、ほんとマジこの動画は完璧だと思うんで、ぜひ皆さんね描いてみてください。はい、おっぱいということで、それでは皆様いいおっぱいを。スーハースーハーくんかくんかスーハースーハースーハーくんかくんか